こんにちは。おけんママこと加藤ひとみです。今日のですね、心穏やかに年齢重ねる方法、テーマは電車の窓。皆さん経験ありますか？電車の窓にご自身の顔が映った時にびっくりしたと。ほうれい線ですね。ここの口の横が黒く映って、目の下が真っ黒に映って、ゴルゴ線ですかね。ほっぺたのところにこう斜めの線ですね。これがグッと入ってるように見えると。せっかくおしゃれして出かけたのに、それを見てからテンションがぐっと落ちてしまって、その後楽しめなかったとかね、そういうことを聞くんですけれども、一つお伝えしたいことがありまして、電車の窓とか歩いててちょっとパッと映ってガラスとかにね、そういった時のその一瞬見た時のその顔のこう老け感っていうのは本来のその方の顔ではないんですよ。特に電車なんかは上からね、普通の蛍光灯が上から当たる電気ほど怖いものないですよね。上からこうね、電気が照らして、であと光が車内でピカピカ反射しますよね。そういった中で綺麗に映る方がおかしいです、逆に言えば。ですので、例えば電車でこうゴルゴ線がグッと入ってるのを見た時でも、それがその人自身の顔かって言ったら全くそうじゃないんですよね。顔って一枚のペロンとした紙ではないですよね。ほっぺたはちょっと高いし、口の横は少し引っ込んでるしね、少しこめかみも少し引っ込みがあるし、ここはちょっと出てるって言ってデコボコしてますから、光が当たった時にどっかが影になるのは当たり前なんですよね。その時の加減で。写真に写った時もそうなんですよね。写真の光の当たり方によってなんかすごくこうほうれい線が濃く見えたりとか、そういうのがありますよね。前にね、ご相談に来ていただいた方が話してらっしゃったんですが、右ばっかりなんかほうれい線が濃いんですって言って、でそれでレッスンでお会いしたらそんなことないんですよね。こっちだけグッと食い込んでるっていうこともなくて、その老け感もないお顔をされてたんですけども、よくよく聞いてみたら、お化粧する時の蛍光灯がここにあった。こっちから顔を照らしてたからここが暗くなってたんですよ。それが分かったんです、後で。あ、そういえばここにライトがありますって。でそして鏡を見た時にそこのこのね、ほうれい部分が引っ込んでるっていうことをその方はね、理解されて安心されたんですよね。女性ってですね、本当にちょっとしたこと、例えば一瞬パッと見たガラスに映った顔がすごく老けて見えたとか、もうそういうことが一回あっただけでもその後ドーンと落ち込んで、いろんなことにも自信がなくなってしまうっていうところがやっぱりあります。もちろん私もそうなんですけども、でもよくよく考えたらその時の顔って本当のご自身の顔ではないので、そこで落ち込むことはないんですね。やっぱり落ち込んでしまうと目にそれが出ます、自信がなくなると。でよく言うのが、例えば食事会とか職場の方と仕事が終わっていった時なんかに、隣に20代のピチピチの女の子が座るのが嫌とかね、真横でなんか肌の比較をされるような気がするとかね。でもそういうのでも引け目を感じることないんですよ、全然。その引け目が結局回り回って目の力というかな、その人のオーラを消してしまうんですよね。だからもう堂々としてればいいんですよ、全然。もうだって人生経験こっちの方が長いんですからね。もう中の熟成度が違いますから、本当に。でそういうのってやっぱり言葉の端々に出てきますし、そこは自信持っていただきたいんですね。それとですね、またよくあるのが写真です。なんか友達とわーわーとか言って、じゃあちょっと撮ろうかって撮った時にすごい自分が老けて見えたっていう、あるあるですよね。それもですね、その写真の位置にもよるんですよ。普通にスマホとかで一般的に撮っても、どんなにいいカメラでもやっぱりこう大人数で写った時はこの端っこの人は顔が肥大します。バーッとでかくなって伸びます。そこはもう仕方がないんですよね。それとやっぱりちょっとした加減ですよね。2人で写真撮ってもちょっと横の人が後ろに行ってたら前の人が顔が大きく見えるってね。冗談っぽくなんか友達と写真撮ったらパチッと撮る前にその人が後ろに一瞬引いたとか言ってそしたら自分の顔だけ大きく写ったとかね、そういうのよく冗談っぽくね言われる人もいますけども、もう写真もねそんなに信頼しない方がいいですね、本当に。その時の加減ですよ。その時のライトの当たり方とかね。一番いいのはやっぱり自然光で顔に方に光が当たってる時が一番綺麗に映るとは言いますけれどもね。だからもうちょっと変に映ったわははで終わって、いつまでもこだわらない方がいいです。もう結構皆さんこう落ち込んじゃうんですよね。やっぱり私って老けたのねとかね。だからもうそこもそんなに気にされず、気になるものは仕方がないですけどね。でもこれって私じゃないよねって思えばいいんですよ。そういう時は。この顔は私じゃないって。私もありますよ。一瞬映った時にと思う時なんかの加減で。誰でもあると思いますよ。たとえ今すごいノリノリのねタレントさんでも絶対ありますよ。その時の体調、朝起きた時の顔のむくみ方も違いますし、その時にね。で食事してしばらくしたらちょっと顔がむくむしね。夕方になったら顔が多少下がってくるし、
もういちいちそこをね気にされてたら仕方がないので、自信を持つこと、とにかく今皆さん顔ダンスねしてくださってる方多いと思うんですよね。この動画を見てくださってる方は普段顔ダンスをしてしっかり筋肉のケアをしてるから、そしていい表情を作る練習も毎日してるから、私は大丈夫、美しく年齢重ねてるから大丈夫って思っていただきたいです。今日はちょっとそのような感じで皆さんに、電車に映る顔はあなたの本当の顔ではないということをお伝えしたいと思いました。今日もお疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おかんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おかんママでした。